ちゃくちゃ美味しい。め美味しいですか？ちゃくちゃうまい。生姜もついてる。おはようございます。おはようございます。これはわらび餅、テイクアウト用のドーナツ。で買っただけ。前の職場で作ってて、それで継続して今もやってる感じになりますね。はい。そばのお茶も余ったりするんで、この余ってるお茶を利用してできないかなっていうふうな、もう今はそばわらび餅のためにお茶を作ってるような感じ。わらび餅。あまり熱すぎると我慢なので、あともう少しだけ冷ます。冷めたら。シャバシャバなんですけど、
ある一定の温度をいくと、一気に固まるんですね。はい、この下の方から焦げないように。一旦ここで止めます。月曜日が定休日なんですけど、また取りに帰って、取りに帰ったやつできゅうりのキューちゃんつけてみたいな。マグロを叩いて焼いて、生のマグロと叩いたマグロ。粗熱取っとかないと中まで火が通るというか、新鮮なままです。焼いたり焼かなかったりですね、同じ具でもバリエーションを変えて。
あとわさびついて醤油のせて飲みます。だし、こっちのだしは2番だしで丼のだしに使います。使い沸いたお湯を入れて、白だしですよ、2番だし。1年間の3分の1は実家の米を使います。無事香りしない。豊岡、山あいのところにあるんですけど、竹野町になります。農家もしながらって感じですね。後で炊きます。ちょっと通ります。この機械なかなか見ないですね。お蕎麦屋さんから紹介してもらって、最初手で練ってたんですけど、打つ量が多くなってきて、ちょっと体が持たなくなってきて、手練りに近い感じで水が落ちるじょうろみたいな
がいい感じで、はい、ザバーッと入れるんじゃなくて。その日のいい状態を自分の感覚で水入れてやります。これで大丈夫です。そばはいつからやられてるんですか？そばは就職したのが18で、18からやってますね。それで小さい時も年末になったら家族でそば打ったりしてました。最後に粉を振ってそばの一番粉がこの花粉なんですけど、これをまあそばは振るんですけど、もうくるくる振ってあげない方がこのそばの生地の状態がいい。この花粉は注文数が少ないってよく言われます。母親が送ってくれたこのだけの野菜です。親が送ってきてくれたり、自分が実家に帰って取りに行ったりしています。親がくれた野菜を天ぷらの材料に
海沿いの筋の人に頼まれて、地域のっていうのでおでんの具を使って炊いてます。台本をエビフライまであるんですか？はい。チキンカップ。でこれでチキンカップ。ロースカツで。はいちょっとだけいいですか？一緒に。はい、すいません、お待たせしました。はい。すいません、お待たせしました。八重門定食です。温かいおそばですね。はい、お待た
たせしました。頼まれた料理は何なんですか？八右衛門定食ですね。八右衛門定食。はい、本当はエビやったんですけど、生が食べれないんで、お姉さんに相談したらイカに変えてくれました。前も食べて美味しかったんで、炊き込みご飯がすごく、お漬物もなんか市販のものとは違うのがすごく美味しかったんで、何食べても美味しかったです。どうですか？美味しいですか？美味しいですね。早くそれで。1個お願いします。はい、お願いします。天丼の日や。普通にしとって。ありがとうございます。あ、はいはい。じゃ結構肉の厚みとかもしっかりしてて食べ応えがすごいあるんでいつも通りすごい美味しいです。そば自体美味しいんですけど、だしにすごいこだわってると思うんですよ。もうなんかだし美味しかったら多分どれも美味しいんだろうなと思って、だからカツ丼もなんですけどよく親子丼とかも食べますね。美味しい、全部本当に全部美味しいです。かけて。はい、2点勝負。人気ですね。6番もらいます。並んでるオーダーを名前と。はい、2番さんに L チキンお願いします。それ2つ特別定食2つです。冷たいそばでいいですか？はい。ちょっと電源がついてないの。ファーストケースの電気がついてない。じゃあ読めんことないやろ。い
どうですか？あ、美味しいです。美味しいです硬っぽい、硬いの好きなんで。ちょっとしっかりめの麺としっかりしてて美味しいです。はい。友達が紹介してくれて、でまあ蕎麦屋さんだから蕎麦食べようと思って食べてたら、ご飯物もちゃんと美味しくて、でそこからじゃあ他のもの食べてみようかなってなって、で食べていったらもう全部美味しいってなってってなってもう本当に週に2、3回ぐらい、もう本当にいやすごい来てて、そうなんですよ。だから店長さんともすごい仲良くなって、そうだったんですそうなんね。ですよ。で仲良くなってなんか裏メニューみたいなの作ってくれますご飯だけじゃなくてやっぱり大将の人柄もいいからみんなも行こうかなって多分なってるんかなって思いますね。ごちそうさまでした。ありがとうございます。失礼します。どうぞ。はい、ありがとうございます。オリジナルの飴ちゃんがあるみたいで、金太郎飴みたいなのいただきました。すごく人気店みたいなので、どの時間狙ってきたらいいかなっていつも考えながら来てるんですけど、また来ます。ありがとうございます。すごい量、お客さん多いですね。ああですね。昨日はもっと多かったです。上の方3、4番に、1、2番に座られてます。本日は生丼定食がおすすめの定食となっておりまして、お刺身がつくんですけど、そちらでよろしかったですか？お願いします。はい。漬物とわらび誰か置いて薬味作って。はい、おすすめ。はい、どうぞ。おすすめです。大丈夫。はい。ただすごい。失礼します。刺身すごい。めっちゃ大きい。炭酸が入ったのか。失礼します。海鮮の定食です。どうぞ。見てる。前夜に来て、で何食べたっけ？あったかいの。あったかいお蕎麦。エビホタテあんか。だけ食べたんじゃん。ボリューミーですね。ほんまにすごい。エビもでかいし、サーモンが美味しかったです。天ぷら定食お願いします。8番かな。もう1個あります。エビマヨネーズ。限定です。はい、すいません。お待たせしました。はい、ありがとうございます。はい。いただきます。Google マップでそばって調べて。Google マップでそば。調べて美味しそうだったんで。じゃあ、例出し入れて。
はい、おろしそば。あらしそばです。すみません。はい、すみません。ありがとうございます。お疲れ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと麺が普通のと比べて太いかなっていう感じで、まあ、歯ごたえあって美味しい。セットについてたこのわらびのあれめっちゃ美味しかったです。お口直しにもちょうどいいし、ちょうどいいね。なんか一品もいろいろあるから、また夜お酒飲みながらとかもいいかなと思って。なんかご主人もすごいいい人っぽいし、店員の皆さんもいいんで入りやすいですね。メニューもいろいろあるし、メニューもいっぱいあるし。楽しい。ありがとうじゃあありがとうございございますました。弁当お願いします。7ですよ。ミスター。失礼します。天童定食です。おすすめです。天童定食です。熱いのお気をつけくださいね。すごいっすね、このそう、すごいんですよ、これ。この筋はいろんなところ食べ歩きはしてて、ここだけ唯一入ってなかったんですよ。本当に。それ以外は割と行ってて、美味しいお店がここにたくさんあるんですけど、なんか友達が一回食べたいよね言って並んで入ったらいろんなものが食べれるから、でわらび餅もついてるんですよ。なので、すごいボリュームがあって美味しいです。はい、さようです。じゃない。このままでいい。4つ。
6、はい。はいはい。お待たせです。お待ちしてますね。伸ばしてって、なんかもう一個みかんを入れて、はい、ごちそうさまです。ありがとうございます。はい、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまです。いや、ふと友達がこのボリュームを見て、一度食べたいねっていうので、ここにしようかなっていう形で、それがきっかけで入ってみたら割と美味しくて、姫路に来た時にはお昼はいつもここで、お世話になってます。はい。店主様の印象とかは？ふとした時に声をかけてもらって食べてる時とかでもなんか細かく説明してくださったりして、あ、なんか優しい人なんやなっていうのが分かって。何がもう一番のもうこれは絶対っていうおすすめあるんですか？初めにこれも食べた時に美味しいなって思ったので、ちょっとあんかけも美味しいかなとは思いますよ。本当にアナゴの天ぷらはおすすめですし、お刺身もボリュームあって美味しいです。新鮮です。ホタテが美味しい。あとかやくご飯もおすすめです。割とどれを取られても美味しいと思います。エビは入ってない。いただきます。はい、お願いします。はい、どうぞ。最後のご飯入れてね。サラダ、キャベツ。黄色いやつ。すみません、お待たせしました。
生姜もといてそうそう、僕一応元従業員なんで、大将とはちょっとすげえ仲が深いんですけど山かけそばのエビ天トッピングさせてもらいました。贅沢な。そうですね、カスタマイズしてくれるんで、この店は。はい、印象とかどういった印象？普段の時は優しいんですけど、お仕事になると鬼ですね。ストイックですね、仕事に。最高。揚げ出しとっていい？俺がないや、聞いてあげてください。ぜひお話を。もう長いんですか？いやでも出始めてまだ2年ぐらい、どうせ食べるんであれば美味しいところで食べたいっていうのと、やっぱりいい人なんで雑談しながら食べて飲んでっていう風に来させてもらってます。はい、自分がよく食べるのは馬刺しとかですかね、桜ユッケとか、あとはエビマヨですね。エビマヨもエビがもうすごい大きいんですっごい食べ応えがあって、たまにではちょこちょこ注文して食べさせてもらってます。じゃあ夜のこの飲みながら？そうですね、飲みながら仕事終わりによって飲みながら食べて帰るっていう。ルーティンで。これも美味しいですか？これも美味しいです。出汁が効いてて。今何年目にやる？8年目？8年目に。常連さんも多くて、喜んでました夜は常連さんがあって、あれ食べたいこれ食べたい言って作ってみんな仲良し。昨日もずっとたまらずもう10時ぐらい、9時か9時まで忙しかったです。今日もじゃあ遅くまでなっちゃうんです。でも明日が休みなんで、今日はもうある程度やったら早く帰れます。はい、はい、やります。はい、お願いします。お兄さんも頑張ってください。沖縄で。
おはようございます。大丈夫ですか？何の仕込みになりますおでんです。おでんのこんにゃく。はい一晩漬け込んでたもの。そうですね。昨日のこんにゃくですけど、この前日もあります。どっちか言ったら結構味しみるの時間かかるんで。どれくらいが一番食べ頃というかあるんですか？好みあると思うんですけど、よく染みてるの好きだったらまあ3日とか2日目ぐらいが美味しいと思いますね。はい。ちょっと砂糖入れて。はい、すいません。いい、大丈夫です。おでんの出汁はもう継ぎ足しで。継ぎ足しずっと、はい、継ぎ足しでやってます。毎日火入れして傷まないようにやってます。はい。おはよう。そっちにある。まあ上塩水作るんで。
始めたのも去年の冬ぐらいなんです実は。1年ちょっとぐらいしかまだ経ってはないんですけど。ここでやろうというふうに思ったきっかけとかがあるんですか？だいぶ小さい頃にも食べに来たことがあるんですけど、すごい美味しくてめちゃくちゃなんかここでいつかやりたいなという気持ちはありましたね。はい、もへじです。毎度。今日は、お願いします。はい。そうですね。今日使う。前日作ったやつとか。そうですね。基本的に寝かした方がまとまりよくなって僕は美味しいと思っているので、はい。これは何ですか？丼の返しっていうとまあ醤油ですね。それとうちの出汁を合わせて丼出汁ができて、それで丼作ってる。だから早めに作って、こっちはざる出汁の返しです。だいぶ早めに作って熟成させてるんですけど、それも今日作ろうかなと思ってます。はい。この1本で100人前ぐらいですね。はい。毎日だいたい200人前分ぐらいは作るってことですか？そうですね、ほぼほぼで土日バーンって忙しかったりしたら3本とか出したりしますね、平日に。はい。これで丼の出汁が完成です。もう大体もう10分ぐらい経ったんで。
丼用に。はい。はい。ナルトの特集。はい。結構甘めにしてるんで、まあまあサーモン入ります。ほぼほぼサバとウリメです。それまあ今はちょっと減りましたけど。で、このアクを取ります。完成です。で、すいません、ちょっと引きますよ。冷やします。このまま。大丈夫です。はい、美味しいです。お湯を作ってます。最後、水を合わせるのに使います。全部同じ出汁が出てくるという。
参、こんにゃく、揚げ、たけのこ、あと鶏肉入ってます。ね、今は三田の方の大和芋を使っています。このまま食べるともそもそ口の中になってしまうんで、粘り気が強いんで、喉越しよくつるっと食べれるように伸ばしてます。土日だけいなりするんやけど、普通はもうこれと五目ご飯、今炊いた五目ご飯でおにぎりとかご飯類割とお昼で大体売り切れるかな。これでお客さん注文入ってからね、海苔と生姜のせて、私らはもう朝これだけ。これ三つ葉振ったでね、あんまり振ったらねきついからパラパラっと。
厨房はこちらのメンバーで、はい、この3人で。でも若い世代が。そうなんですよ。僕だけ年いってもおいくつなんですか。23。23。今年20歳。今年20歳ですか。そうです。2人足したのぐらいですと。どうして働かれてるんですか。なんかきっかけとかあったんですか。特にないんですけど。緊張して。緊張してどうですか、大谷さん。働きぶりというか。まあいろいろなんていうかなあって、まあ今はすごい責任持って頑張ってやってますね。はい。それまではいろいろぐにゃぐにゃありましたけどね。もっと若かったんで、今はすごい責任持って頑張ってやってます。はい。今ではじゃあ一人前に。もう一人前に頑張って受けてます。はい。まあなんですかね、若い子だったら卒業とともに辞めていくじゃないですか。どうしても。そうか、もう全体的にちょっと人手が。もう全然人手不足ですね。もうずっと今ギリギリやらせてもらってる感じですね。ずっと。こればっかりはね、出会いなんで難しいとこなんですけどね。若い人もそうですけど、主婦層の方もぜひお願いします。まかないの開店前にまかないを食べる。はい、そうですね。でいつもその日の麺の感じを見たいんで、それなんやったらもうやっぱご飯食べようかっていうことで全員で食べてます。青いのが皆さんで、皆さんの。いいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい。いただきます。塩がわかんない。これぐらいでいいかな。食べれる。同じぐらい入ってますかね。大丈夫かな。はい、はい、すみません。食べてもうた。切れたら切れるのかな。
12名様です。計12名様です。見てますね。おでん美味しいんですよ。美味しいですか。はい。何回か来てるんですけど、だしめちゃくちゃ効いてて、でね、100いくらかな、150円とかなんで、そうなんです、ね。はい、安いんで、大体食べてます。失礼します。はい。肉玉丼定食丼大盛りです。ありがとうございます。提供させてもらいます。ありがとうございます。失礼します。淡路島牛丼のうどんセットですかね。あと、玉ねぎも多分なんか淡路島の玉ねぎやと思うんで、めちゃくちゃ美味しいんですよ。ちょいちょい通ったら来るようにしてるんですよ。あ、そうなんですね。はい、そば玉2枚お願いします。あれ3枚入れてください。いいよ。上がりお願いします。失礼します。はい、取ります。ありがとうございます。水玉足しとってくれ。上がり。杉山さん、卵置いてあるのでお願いします。それ15番です。はい。
麦ドラ上がります。麦ドラ上がり。はい。食べらんともお持ち帰りだけ。ほんでちょっと待っといてもらってよろしい。はい、すみません。お電話お持ち帰りもやってるんですね。やってます。常連様みたいに鍋持ってくる方もいらっしゃいます。多いですね。はい。これだけでも多分おうどん食べらんでも、おでんだけの方もねたまにいらっしゃいますね。あ、そうなんですね。ちなみに何がおすすめ？何でも美味しいんですけど、一応こんにゃくは多分ねよそではない味だと思います。あ、こんにゃくが。こんにゃく、こんにゃくはね。すみません、こんな感じでちょっとお出汁も入れてますね。もうちょっと待っておいてね。はい。玉一枚お願いします。はい。はい。お願いします。こちら失礼します。失礼します。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。まずはそば出しといて。はい、
かき揚げ2枚。はい、ガリお願いします。スープそばで7番ね。はい。トマト大盛りいきますね。うどんそば10番ね。こちらおうどんです。いいや。うん。いや子供の頃から入れました。そうなんですね。じゃあもう何十年と。まあ今食ってないけど、今カツ丼とかカツ丼、おでんもうまいしね。おでんも美味しい。何食ってもうまいですけどね。いきまーす。島ね。ネギトロ1枚。はい。はい、パターリー。サービスも選びはい。うんこバス入っていく。いや、ここから見えねえって、ここから見えねえ。何人入る？だから。近くの。近く。
なかなかこんな草あるような屋根ないでしょ。ないですね。まあどっちかというと建築関係なんでね我々。やっぱそういったとこもちょっと面白いな。ちょっとやっぱ見てしまうポイント。これからもどんどん通いますよね。はい。そういう時にこの席に栗山さんに5%。でもそのおにぎりで行ってもうて10番取っときます。10番。はい、すみません、お待たせしました。うどん店ね。氷店1枚。出ました。はい、取ります。はい。一番美味しく食べそうなやつ取ったってください。三角。美味しそうですね。ボリューミーで。はい。どんぐりのお二人がすごいいい食べっぷりで。若いからね、2人。
どうぞ。ごめんなさい。こちら前貸していただいてよろしいですかね。釜揚げ粉が曲がる。釜揚げのセット。はい、行きます。ありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。お掃除ですか？そうですね。最後、はい。片付けと掃除と、まあ明日の準備と、はい。全員でやります。はい。結構もう皆さんいつも和気あいあいとされてる感じですか？そうですね。割とみんな仲良いね。働く上で楽しいこと、忙しいのをこなしていって、でそれがやっぱり最初の方はできないじゃないですか。でもそれができていったら確かに自分のモチベーションを上げるには確かにいいかもしれないですね、この忙しさは。
終わって帰るときはやれやれ、あ今日一日終わったいう感じやな。そうそうそう、お疲れよ言うてね、いつも平山さん言うてくれるからね。私ね、これな、どうしよう、言ってええんかな、夢やったんですよ、ここで働くの。中学校、小学校、中学校、高校ずっとこの辺におって、で夢が叶って。そうなんです。そうで、楽しく働かせていただいてます。はい。いやめちゃくちゃいいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今日は。はい、いえいえ、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。早く帰らんのもう8分や。8分やな。これ大根。ありがとうございました。すみません。はい。ほな、お先です。すみません。店の雰囲気自体もすごくいいし、なんかこうすごく落ち着く場所みたいな、自分の家みたいな。皆さんと和気あいあい仲良くそうです。できるのが。喧嘩は基本しないですしね。全然。大谷さんのちょっと印象とかって厳しいところもありますけど、まあ優しいですね。はい。面白いし、はい。最初入ってた時はすごいマッチョやなって思いました。自分もああなりたいなとは思って、ああいう体になります。頑張ってください。はい、今後も。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひお越しください。お待たせいたしました。カツ丼のセットかけうどんでございます。失礼いたします。粉まみれになりますけど。2回目の準備お酢測ってるんです。中見た方がいいかな。30分、40分やってて終わりで。ああ、失
てそうです。6体に合わせて。で塩分、そうそう、温度と塩度と合わせて。温度と塩分を合わせて、合わすっていうのが一番難しい。難しいですね。季節によって全然違うし、湿度の高い時も違うし、部屋の温度でもだいぶ変わってくる。そこで見ても全然違う。なかなか難しい。下の段だけ12玉入れて。こちらで働かれてどれくらいになるんですか15。すごい。部屋が熟成室みたいな感じですか？はい。熟成庫が24度の理由って何かあるんですか？切るのに一番あまり高すぎると麺がビヤンって伸びる、低すぎると短いしよく切れるっていう。これで終わりですか？終わりです。やれやれ。やれやれ。やれやれ。通ります。
無添加で全部自然のものを抽出して使ってますので、まあ安心安全というか。温度がこちらになったらカツオこ
しました。はい、こちらが生わらび餅でございます。わらび餅とホットコーヒーです。冷凍で少しずつ冷凍していく分。ゆっくり冷凍させているって感じの冷凍室ですよね。これがまあ平日の全店舗さん合計の1日分みたいなイメージ。そうですそうです。毎日全店舗の発注はないんやけど、土曜だけ全店12店舗。じゃああれですか、お店様からこう発注があってそれを随時発送していくというようなイメージ。こ
はい。バニラ4つと抹茶1つです。あとフレッシュが。まあいいか。今から点数移し替えます。忙しくて。そうですか。これは一応さっき言ってたおうどんのかけだしとざるうどんのつけだしを混ぜて作ってます。ここで入れて提供します。天ぷらが出たタイミングで。はい。これがノラちゃんの天つゆ豚水です。可愛いですね。はい、ありがとうございます。オープンしてから入ってます。オープンしてから。コンビネーションはいかがですか、お二人は。すごいだからどうですか。ちょっとね。よろしくお願いします。照れ合ってる。こちらではカレーうどんに。そうですそうです。辛いのがまろやかになる。天かすを入れることでです。はい。おはようございます。8月27日月曜日の朝礼します。昨日26すみません朝から。土日は結構バタバタして人数少ない中で皆さん協力していただいて。お願いいたします。この生うどんが茹で上がってきたら振り切るっていう生うどん。あしたら全体にこう硬かったうどんが柔らかくなったっていう。それを拾っておかないと茹で上がりすぎてコシがなくなるので網で集めてます。大体30秒ぐらい締めて、あんまり締めすぎると海みたいになって美味しくないので程よく。確かにカメラがあるって思ったらそう。
待たせいたしました。ご注文どうぞ。これラテシ。大エビ天ぷらの黒麦ざるうどんですね。はい。ありがとうございます。すぐご用意しますね。お待ちください。カレー1。エビ盛り上がります。これね。はい、行きます。カレー出ます。はーい。3番さんです。はーい。失礼いたします。お待たせいたしました。カレーうどんセットですね。お熱くなってます。お気をつけください。あとカレーですので亀エプロンお付けしてますので、どうぞご利用くださいませ。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとう。どうぞ。かわいい。器がかわいい。めっちゃ可愛いです。かわいいね。いかがでございますか。美味しい。とっても美味しいです。とっても美味しいですか。美味しい。私ずーっとお蕎麦屋を待って食べてる。じゃあもうお蕎麦と遜色ない味というか。お二人の野良屋のそのおすすめメニューというかお気に入りメニューって何かあるんですか。私はたまに丼。丼。はい。どっちにしても。エビ。カツ丼。カツ丼ですか。美味しい。私はもうエビ。入ります。お願いします。はーい、行きます。はーい。10番行きますね。お願いします。お待たせいたしました。カツ丼セットのぶっかけうどん冷たい方です。は
願いします。2番上がりです。いらっしゃいませ。お願いします。はい上がりです。ありがとうございます。シロップ入れれないね。てるからちょうど持つとこここが当たるからな。下へ向いてこう長いの。これが下へ向いて長かったらいい。手が両目。やっぱりこう野良屋さんやっぱ気に入った好きになったポイントって何かあるんですか？あんまりこういう食堂がこの辺ないから一回入ってみようか言って入ったら美味しかった。雰囲気もなんかね、古民家みたいな感じで。そうですよね。おしゃれですよね。やっぱすごくいい雰囲気で、ね、田舎みたいな。田舎で帰ったみたい。ね、いいですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ご苦労様です。ありがとうございます。ありがとう。なんかのご縁やったね。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。おはぎとまだ名字のデザートでお待ちしてます。2名様オーダー入ります。カツ上がりました。こちらでバトルぶっかけうどんセットでございます。はい、失礼いたします。おうどんのお出汁おかけになってよく混ぜてからお召し上がりくださいね。スプーンよかったらご利用ください。ランチのレバーと鶏カレー。はい。ありがとうございます。お願いしますね。ありがとうございます。カツオロ出ます。お願いします。お願いします。鶏カレー12番です。これはこれで上がり。いらっしゃいませ。はい、お願いします。ありがとうございました。食べて。お願いします。はい。まず天ぷらからいきます。中猫を一つ。はい、いただきます。お願いします。料理出ます。オーダーです。カレーいけますか？取り上がる？まだ？お願いします。わかめのきれい。
ロール食品の看板です。お願いします。うなぎのあれ使ってる。うな丼と蓋に食べ比べセット。ご注文します。どっこいどっこい。いらっしゃいませ。はい、2番。はい、これ私が上がり行く。お待たせいたします。おエビとからとろみビーフの失礼いたします。税理士協会。カレー丼セットにサラダになります。はい。ありがとうございます。こちらよければ紙ナプキンをお使いください。はい。今日のおうどんの味はいかがですか？うどんですわ。うどんこれ。うどんうどん。めちゃくちゃ美味しい。美味しいですか？めちゃくちゃうまい。お仕事仲間。はい。皆さん社長さんばっかり。代表。お食事してちょっと仕事の話したり。部屋っぽいからね。やっぱり。ちょっと個室半個室ですよね。そうだから。お願いします。11番上がりです。はい、ありがとうございます。1番見てたら親子とダルショーをしていただきます。大ってウェイティング8名様です。3番目までです。はい、大江袋もうそろそろ上がります。お願いします。はい。します。クリーミー明太うどんセットの注文です。失礼します。お願いします。カツまで5枚入ってますよ。ちょっとぐらい。今ここ。ノート洗いも詰めます。ご注文の品すべてお揃いですか？はい。こちら伝票になります。失礼します。大体何食べても美味しい。セットメニューが結構充実してるのね。あと雰囲気が結構好き。ここの店の名前野良やと、いかにも野良にあるような小屋イメージした雰囲気の中。麺で遊ぶから。
さんです。お願いします。天丼2つあります。天丼です。お願いします。お願いしますね。ありがとうございます。なかなかないですよ。固まりました。その短い時間。今日店長おらんかったら死んじゃいました。歯生えて2人。お願いします。3番です。お待たせいたしました。カツ丼のセットかけうどんでございます。いただきます。お待たせいたしました。ランチのカレーうどんセットですね。
パフェセットのクリーミー明太うどんとミニきなこアイスとホットコーヒーになります。よっしゃ、俺も真ん中で。食べちゃった。もともと先代で、創業者なんですけども、もともと洋食のコックをしてて、どういう流れかはちょっと私も分かりませんけど、なんかうどん屋をやりたいと思い立ったようで、1号店で岸和田で、和歌山の知り合いから木をもらって、それを自分で小屋を建てて、店を作ったというのが初めですね。それがね、だから1996年かな。でも今は何年目に？28年。社長が自分でね小屋を建てる時に小屋とでその小屋を建てる時に見守ってくれてて、ずっと横におった野良猫がずっとこう横におってくれたということで、小屋と野良猫で野良屋という名前になったというふうになってます。やっぱりこの無添加でやっぱ天然の素材を使うとやっぱ安心安全としっかりとねそういった素材の味をね楽しめるというか、そういったところがやっぱりこだわりで、そこはずっとね継続して技術を継承しながらねやっていきたいなというふうには思ってます。やっぱりね第2の我が家じゃないですけど、やっぱりくつろいでやっぱ3世代おじいちゃんも含めて孫とかねセカンドハウスというようなそういった位置づけでねそれでお食事していただける空間でありたいなというふうに思ってます。もちろん店舗数もねまた増やしていけたらいいなと思いますし、近くに野良屋さんが欲しいという方もやっぱりおりますんでね、なるべくそういった方にも野良屋を使っていただけるように頑張って、やっていきたいなと思ってます。はい、せーの。またのご来店をお待ちしております。最後やから品物ギリギリでやってるからな。白菜とタコのからしあえ。
だし、ざるそばなんかの熱いのに。5倍。5倍ってちょっとびっくりしてますわ、もう。かなり体も。はい、もうちょっと温泉とか行きたいですね。米がない。はい。あ、全部10時過ぎになったら業務で全部来ます。連日のお疲れもあると思いますが。いや、もう疲れてますよ、もう。ね。まあでも何言ってもね、今日がもう最後やから。そうですね。走り切るだけですね。もうあとはもうやるだけですよ。最終日が土日やからね、余計に。いや、すごいと思いますね。好きでいてくれるのは、ね、もうありがたいですね、もう。何年働かれてきたんですか？ここは何年かな、20年ぐらいかな。20年。これはカレーだし。カレー粉を合わせて、あれとあれとあれを混ぜたやつ。
いします。おはようございます。ごめん。気分休んだらよかったよ。めっちゃ。で5000ユーサフ入れて8カップの水入れる。そうそうそう。オッケー。それで。完璧にカメラとそこに卵を入れる。これで毎朝買い出し行ってます。嘘ですよ。じゃあ、ありがとう。バイバイ。って言ったから持ってきて。仙台です。連れてきましたので、今日ここに飾っておこうかなみたいにどっかで見守ってもらおうかなみたいな感じで持ってきてみました。おじいちゃんです。孫です。おじいちゃんです。家族所有です。です。じゃあ何するって言ったら子供のおもちゃとか。オッケー。もう本当にもう建物の老朽化ですよね。やっぱり一番はどうしてもこういう古くなっちゃったりとか。なんかもう愛着がこの。そうですね。まあそれが今日でまあ一旦終わりと。今日一日これで。やられるように。生姜ってあるの？生姜？いや、まあ、あんま買いに行かさんとこや。わた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 。ほんまに最後や。
この店がなくなっちゃうか。悲しいね。最高やかな。最後かと思うとさ、あれだよな。始まりますね。始まりますね。いよいよ。はい、お願いします。どうぞ、何名様で。あかんねん。ミニ丼2つ。カレーとか焼く。熱いので。あ、熱いのでいいです。はい。すいません。声かけ。メニュー。カレー来ました。はい、カレーは。鶏手おろしです。はいらっしゃいませ。早く8時まで。もち鍋、卵と汁、ざるそばです。カレーとつもり。いらっしゃいませ。いらっしゃい。いらっしゃいませ。もち肉を。おでんできます。15。はい、もう1個15。つまり。梅わかめ2つ、1つ大です。はい、トッピングとろろ。ざるそば。どうしまいかい。
します。ニシンそば、ミニコのハブ。ありがとうございました。久しぶりにラブが休みだったから何もない日だったから一緒に文房具とか買ったりして。ニシンそば来ました。ビールもう一杯くれる。梅わかめ来ます。これニシンそばです。じゃあこれもう一個そば。ごめん、午前もう一個です。お願いします。唐揚げ定期やマグロ丼冷や、たぬきの大です。早くそば。これか。5分です。でまだうどんとかそば出ないんで。お願いします。温玉唐揚げ定期やとろろ。あ、ここにある。唐揚げで温玉、温玉。
うん、いける。6右。すごいスピードですね。えぐいですね。もうちょっとゆっくりやりたかったんやけど。あ、お茶ですね。いつも暑くなったらこれですね。はい、お願いします。ありがとうございました。1320円。いつもこの温玉マグロ丼を食べて、美味しかったね。カレートッピング温玉かき揚げそば大。定食するね。なんとか定食。さっき考え月3回ぐらいコーラスの練習があるので、それが終わってからお昼ちょっと食べて帰ろうかなっていう時にちょっと夜だけ。もうとにかくここがもう一番食べやすいっていうか、でここ寄りました。やっぱ寂しいね、やっぱり。今度から困るちょっとね。そう、今度からどうしようと思って十分食べて、もう全部食べて帰ります。残さないで。
お願いします。ミニカツ丼カレーアップルジュース。できたものからお願いします。甘オッケください。ありがとうございましたね。またね。はい。あなたもお元気。ありがとうございます。ありがとうございます。レモンください。午前できました。運送できます。はい、いや寂しい。ありがとうございます。楽しんでください。最後。はい、ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。来てください。美味しい。グー。美味しそうですね。美味しい。いつもこのもう午前で。この午前。これやったらなんか天ぷらもあるしお刺身もあるからちょびっとお昼食べ過ぎかもわからへんけどね晩は軽く1個ご飯少なめ。天ぷらだけです。こっちの方がいい。あ、ごめん。ざるそばの大好きってこれがざるそばの大好き。この玉のそばは。健康出しといてた。健康出しといて。こんな小さい袋のやつがあるから。我明白接受，明白错了。鍋きます。ありがとうございます。後ろ見てごめんよ。このお店の好きな理由は何ですか？単純に美味しいから最後だから今日来たのはい、グッドさん。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあね。はい。ありがとう。いかがでした？美味しかった。最高。みんな平らげた。ありがとうございます。さよなら。少々お待ちください。紹介でご案内してます。
これで終わりでしたっけ？いやまだいける。まだいきます。ポテトとあれ。ちょっと油そっちあかんわ。動画で、そうです。お兄ちゃんは3年間も週2回常連さんです。めちゃくちゃ常連さんですね。悲しいです。めっちゃ美味しい。ねえだからどれからもうちょっと持ってきて。めっちゃ美味しいよ。めっちゃ美味しかったです。温まりました。もう2名です。もう1名です。すごいお客様の。そう、もう常連ばっかりでしょ。ほぼ8割9割常連ですよ。私知ってる顔ばっかりですよ、ほとんど。みんな来てくださってるんやなと思って。寂しい。泣きそう。昨日ももう号泣しましたし、もう毎日のようにここ数日間泣きっぱなしです夜。このセット、うどんそば出しますか？うどん冷たいので、はい、以上でよろしいですか？はい、失礼します。はいよ。こっちに。来ました。はい。起きるこれ。それ5。5らしい。こちらで働いてたと聞いたんですけど、今どういう心境ですか？なくなるのが寂しいけど、また帰ってくるって聞いたから、それまで楽しみにしてます。どれぐらい働かれてたんですか？大学の時が4年ぐらい。じゃあもうかなり思い出のお店じゃないですか？そうですね。ここしかバイトしてなかったから寂しいですね。食べる食べ。どうしまいたい。
の中のごまを吸っていただきまして、お出汁や薬味を入れておうどんをお召し上がりください。こちらは天つゆでございます。いらっしゃいませ。どうぞ。見えてない。めっちゃ反射してる。さっきの男の子2人ぐらいなんですよ。あれやりたいこれやりたいとか。2人ともあの頃はいわゆるホールスタッフ今日みたいな感じでやってましたけど、今となってはもうキッチンもできますし、やっぱりそういう興味がある子がすごい僕は嬉しいですね。昔の自分を見てる気分になれるんで、あ、俺もこんなんやったなっていう、がむしゃらに、ね、失敗してでもあれやりたいこれやりたいって、いつかみんなどっかでその気持ちを忘れるじゃないですか。大人にならないといけないとか、僕も少年の心忘れてませんし、がむしゃらでいいじゃないっていう、できるまでやろうよって感じです。すいません。いつも練習でやってないことしようとするから、だから緊張する。追加で火薬です。ちょっと伝票3名様であれなんで。ありがとうね。みゆきちゃん。もう終わりなんですか。はい、終わりました。何年間ぐらい働かれてたんですか。11年やな。早いな。11年なった。びっくりする。ああ、もうみんな一緒に頑張って楽しい仕事はしてましたね。10年間。なるほど、で短かった。イメージがいい。いいよ。いい渡し使ってって言っといて。
はい。メニューバイバイ。バイバイ。あ、まーちゃん帰ってきたね。まーちゃん帰ってきた。すいません。ありがとうね。絶対行くからね。はい、じゃあね。バイバイ。気をつけてね。体大事にして。バイバイ。今日は笑って過ごすって決めた。あとまだまだお客さんも常連の方みんな来てくださってるので頑張ります。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。いらっしゃいませ。奥行こうか。右奥行って。いらっしゃいませ。ビール2つですね。ビール1本ずつ。あ、失礼しました。浜店で気合のメニューで近藤君パリパリ天ぷらまっちゃんで。メニュー出ますよ。メニュー出ますよ。めっちゃでかい。近藤スペシャル。近藤スペシャル。うちの家族が近藤スペシャルを行きます。ご飯大で生。いいじゃん。近藤スペシャル。超ビッグ。はい、どうぞ。店長スペシャルです。店長スペシャル。外しとこう。絶対今にいらなくて無理よ。わさびちょうだい。マジで。近藤スペシャルですね。スペシャル。それ。近藤スペシャル。それ近藤スペシャル。近藤スペシャルです。近藤スペシャルですね。マグロを炙られてるっていう感じですね。炙ったマグロの丼に下ご飯。ご飯ならおうどんじゃないですか。これマグロっぽいですね。マグロが炙られてますわ。うまい。これメニューにないんで。すごい。私の手のひらよりでかい。あ、すごい。あ、愛情たっぷり。どういうご飯？もう任せる。作りたいやつ。作りたい。ちょっとさっぱり。お父様も一緒に食べたいということで。食卓を囲んでいらっしゃいますね。失礼しました。どこ行ったお願いします。だし巻き唐揚げ。唐揚げ。ご覧になったらあれで使っていくわ。水が使うわ。やっぱり寂しい。鶏唐揚げなんかもここでいただくのが一番好きだった。今日はね、カツとじ味わっていただきました。本当ありがとう。ごちそうさま。ありがとう。
はいよ、鍋お願いします。秋城。2回目。はい。あ、下火つけてます。つけてます。もち鍋上がります。お願いします。マグロ丼ピア2の今日まあ最終日ということで。そうですね、美味しかったです。傘はね、私の父親考えてくれたんで、末広がりでいいだろういうことでね、文字がね広がってるからいうことで傘っていうのをつけてくれて、やること始めたんです。こちらのね傘さんは、ご主人がそうですね。創業された。そうですそうですそうです。いいお客さんが増えてね、たくさん来てくださってるんですよ。ありがたいですわ。いや本当に皆さん仲がいいですね。そうですね。ちょっと家族的なそういうところが好まれるのかしらね。どうでしょう。ここは閉めますけれども、結構分散してまたそのまま従業員は残ってくれてるようにしてますから、いい子ばっかしやからね、なるべく残ってもらおう思ってあちこちまた行ってもらおうかしら思って、そのままで続けてくれたらありがたいと思ってますけどね。ご主人は今どういう気持ちですかね。どうでしょうね、喜んでるか残念がってるか、まあ頑張れよって言うてるでしょありがとうございました、本当にね。ちょうどぐらいなんですけど。まあちょっと大変でしたね、自分的にも。よろしくお願いします。すいません。いつもすいません。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかいっぱい食べていただいて大丈夫ですか、今から。ありがとうございました。お体にお気をつけて。すみません、ありがとうございました。いつも。皆様。もう毎日来はる人です。毎日。毎日来はる人です。ありがとうございました。これなんかさっきいただいたんですよ。よくいろいろ色紙という名のなんかお手紙。毎日来てはったお客さんです。毎日。ほぼ毎日です。でも毎日来る方多いんですこのお店。いつものとか言って入ってくる人めちゃくちゃ多いですよ。みんなに愛されてたんだなと思って、お客様いてこそのここまで営業できたのもみんながいたからこそ本当に感謝ですね。みんなに美味しい美味しいって言っていただいて、オリンピ終了です。一日ご苦労様でした。長い間。良かったです。もう最後にこういうことができるっていうのはもう幸せでしたね。ありがとうございました。いえ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 。店長さんはどういった存在なんですか。生きがいですよ。生きがい。あの人がおらなかったら多分僕何もできてないです。で入って、一番最初はめちゃめちゃ髪の長かったんですけど、この辺ぐらいまであって髪の毛が、その時はほんまにやる気あんのかないのかで毎日怒られてましたね。で髪の毛ちゃんと切ってやっていって、ここも入れるようになってやってから仲良くなってきましたね。目指すは店長ですから。目指せ。店長ですよ。いや頑張ってください。本当に。いやいや、ありがとうございます。ご苦労様でした。
からあんまり迷いはなかったですね。いろいろ失敗したりとか、ね、新しい商品作っても出ないとか、ね、それでもこう迷いなくやろうと、まずやろうと、もうマインドとしてはもう、ね、もう完璧よりも全身用です。まあそういう感じで3年間過ごしてきました。本当に。3年間っていうのはどういうこの期間なんですか？ちょうどコロナの第一波って言って世間的に飲食業が閉店して、でそっからのこの右肩に上げないといけないっていう時に僕が店長としてこっちに移動してきたので、だから余計に僕の中ではもうね、しんどいことと辛いことと、このやっぱり託されてるプレッシャーに押しつぶされそうな26、7ぐらいの周りからしたら若造が来て、そこですごいもう託され、圧力にも駆られ、もうしんどいこと辛いことでお店を変化させていかないといけないっていうので、僕の中ではすごい3年っていうのはもう本当にしんどかったし辛かったし、それでも美味しかったよとか、こうまた帰ってきてとか、そういうお客様の声をこう直に聞くこともなかなかなかったので、まあそこで初めてこう、自分がやってきたことって間違いじゃなかったんだと、自分がやってきた努力とか自分がやってきた挑戦っていうのがここで生きてきたなっていうのはすごい感じましたね。だからすごいなんかもう幸せになりました。僕からしたらもう成果です。それが自信を持って誇れる成果として受け止めてますね。通常であれば4時までだったんですか？まあ決まってないけどね。今日はまた特別やから。最後やし。本当にお疲れ様でした。お疲れましたもう。本当に。もう出し切りましたか？もう出し切りました。本当にお疲れ様です。お疲れ様でした。もうお疲れ様でした。乾杯するらしいです、みんなで。最後乾杯するらしいです。もう嫌がってるやん。嫌がってるやん。もう帰ろうかな。2時間ぐらい経ったね。そうですね。3年やってきたのに。はい。言葉をもらって、はい。皆さん3年間短い間でしたか。僕は3年しか見てませんけど、まあ知ってる人も知らない人もお疲れ様でしたと。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。初めてちゃう。いや、この時間にまっちゃんがおるのが新鮮。新鮮やんな。新鮮やもう。